皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ユーグリーンのドッキングステーションレボドックプロ209と、300W 対応の PD 充電器ネクソード 300W になります。2つ。はい、今回はユーグリーンさんからのご提供になります。実はこの 300W PD 充電器、以前から Amazon セールでも紹介してたくらい気になっていた商品なんですよね。自分で買わずに案件でレビューするスタイルか。ということで今回はこちらの2つがどのくらい便利なのか早速やっていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずはドッキングステーションの方から見ていきましょう。商品名はレボドックプロ209と言います。こちらは9つの機能を1つにまとめたドッキングステーションとなります。ところでドッキングステーションって何？ドッキングステーションとは、ノートパソコンやミニパソコンなどのポート数が少ない機器でも、USB ポートや HDMI ポートといった周辺機器を接続するための接続ポートを複数搭載した機器のことになります。本来だとマウスやキーボードの USB ドングルをパソコンそのものに挿していくと、どうしても USB ポートが足りないなんてことがあります。その USB を使える数を増やすハブの機能とその他にもモニターへの外部出力や、LAN ケーブル、カードリーダーなど様々な機能を集約し、ケーブル1本で使用できる機器となります。なるほど、ケーブル1本でいろんなことができるようになる機器ってことね。です。で、今回紹介するレボドックプロ209に搭載されているものですが、USB A3.2×2、USB-C 3.2×1、4K HDMI ポート ×2、ディスプレイポート ×2、100W タイプ CPD 3.0充電ポート ×1、USB-C データ転送ポート ×1 の9つの機能を有しています。またディスプレイリンクにも対応しているので、M1MacBook などを使ってマルチモニターなどにも対応しております。で、こちらのドッキングステーションなんですが、普段 Amazon で22,990円で販売しているんですが、現在 Amazon セール中で17,242円になります。今回さらに 5% オフになる特別クーポンもいただいたので、気になる方は概要欄をご覧ください。では実物を見ていきましょう。それでは付属品から見ていきましょう。こちらは取扱説明書類になります。中は多言語対応になっていて日本語でも記載がありました。続いてこちらは USB-C ケーブル1メートルとなります。こちらの USB-C ケーブルは 100W の充電に対応したものなので高速充電にも対応となります。付属品は先ほどの取扱説明書とこちらのケーブルのみとなります。続いてドック本体も見ていきましょう。外装は高級感のあるアルミボディ、色はダークグレーで、デスクに置いてもかなりかっこいい見た目をしております。アルミボディの質感はとても良く、頑丈で堅牢性は高そうな作りになっています。大きさは 15.24×7.62.29 センチでそれなりに大きさはありますが、9つの機能がついていると考えれば仕方がない大きさかと思います。重さは 358.5g でずっしりとした重さもあるので、デスクに置いても動きづらいかと思います。では各種ポートも確認していきましょう。前面には USB A3.2×2、USB-C 3.2×1 と電源スイッチが搭載されています。どちらも USB ポートは最高 10Gbps の高速伝送に対応しています。背面には 4K HDMI ポート ×2、ディスプレイポート ×2、100W タイプ CPD 3.0充電ポート ×1、USB-C 10Gbps データ転送ポート ×1 が搭載されています。HDMI ポートとディスプレイポートはそれぞれ2つずつ搭載されていますが、ディスプレイ1、2と分けられておりどちらか片方の映像出力しか使えません。側面は放熱用の排気口が開いており、充電中や映像出力で負荷が上がった際の発熱を抑えています。ボディ自体がアルミで放熱性が高いのですが、さらに内部に放熱シリカゲルを使用して熱の伝導性を高めることで効率よく放熱できるようになっています。裏面にはゴム製の足がついており、デスクに置いた時に滑りにくくなっています。また若干高さもあるので放熱効果もあるみたいです。では続いてこちらの 300W 充電器の開封していきましょう。シュラララ。続いてはネクソード 300W 充電器の方のご紹介です。こちらはその名の通り、合計出力 300W の急速充電器となります。出力ポートは USB-C×4 と USB-A×1。各ポートの最大出力は、上から順に USB-C1 が 140W、USB-C2 が 100W、USB-C3 が 100W、USB-C4 が 45W、USB-A5 が 22.5W となっています。サーマルガードシステムを搭載し毎分6000回の温度測定が行われており、これにより加熱を防止し、過充電や過電流から機器を保護する仕組みとなっています。大きさは約 111.16×53×93.4mm で、
重さは約 868g になります。さすがに合計 300W となると重さも増えるので、こちらは持ち運びというよりも据え置いて使う充電器に近いと思います。確かに単体での急速充電器なら軽いものも増えているしね。なので、自宅でノートパソコンやミニパソコンなどをメインで使う方には良いアイテムかと思います。では開封をして中身を見ていきましょう。それでは付属品から見ていきましょう。こちらもまずは取扱説明書になります。こちらも多言語対応になっており、日本語の記載もありました。続いてこちらが 240W PD 対応 USB-C 充電ケーブルになります。充電器は1ポート最大出力 140W までなのに 240W 対応ケーブルがついてくるのもいいですね。こちらの長さは1メートルのものとなります。続いてこちらは AC ケーブルになります。タイプの AC ケーブルでこちらをコンセントに挿して使用する形になります。付属品は以上になります。続いてこちらが充電器本体になります。色はマットブラックで見た目はシンプルかつ武骨な感じがかっこいいデザインです。またスペースを取らない縦型なので狭いデスクにも合うかと思います。こちらが先ほど説明した5ポートになります。再度同じ説明となりますが、各ポートの最大出力は、上から順に USB-C1 が 140W、USB-C2 が 100W、USB-C3 が 100W、USB-C4 が 45W、USB-A5 が 22.5W となっています。これってさ、全部使ったり複数ポート使ったら出力って変わるの？シュラミちゃんいい質問ですね。まずはそれぞれ一つのポートしか使わない場合ですが、こちらは当然どのポートも最大出力で対応します。そりゃそうよね。続いてこちらが2ポート使用時、2ポートもどの組み合わせでも最大出力で充電ができます。ふむふむ。続いて3ポート。こちらは一番左の上の組み合わせの場合、3ポート目が 60W に下がってしまいますが、それ以外は最大出力で使用することができます。なるほど、3ポートになると全部最大ってわけじゃないのね。ただ一番上の 140W は必ず使えるんですけどね。そして最後に4ポート、5ポート使用時になります。右から2番目の一番上を使わない4ポートの場合は、すべて最大出力で使用することができますが、それ以外は記載されているように最大出力が変更となっています。ただ先ほども言いましたが、必ず一番上のポートは 140W が出力されるようになっているので、ここにノートパソコンやミニパソコンなどをセットして使えば残りはスマホやタブレットなどに割り当てできるかなと思います。2番目も 60W は出るので、ノートパソコンやミニパソコンでもいけるかなと思います。なるほど、全部使ってもそれなりに出力されるようになっているのね。結構すごいですよね。あれ、そういえばこれいくらなの？普段 Amazon で26,980円で販売しているんですが、現在 Amazon セール中で19,965円になります。さらにこちらも 5% オフになる特別クーポンもいただいたので、18,967円で購入することができるみたいです。PD 充電器としては高価な部類になりますが、先ほど言ったように複数ポートでも使用できるメリットもあるのでその辺も見ていきましょう。シュラララ。それでは実際に使用していきます。今回はせっかくなので一緒に使ってみましょう。まずはネクソード 300W の一番上のポートに付属のケーブルを取り付けていきます。そしたらそれをレボドクプロ209の充電部分に取り付けます。ネクソード 300W の一番上は 140W まで対応ですが、レボドクプロ209からの最大出力が 100W になるので、この使い方だとちょっともったいない感じではありますね。ネクソード 300W を2番目か3番目で使うのは、先ほどの複数使用ポートの話ではないですが、3ポート以下だったら2番目でもいいかもしれませんね。で、レボドクプロ209の付属のケーブルを転送ポートに付けていきます。今回は普段使用している PD 対応のゲーミングノートパソコンに取り付けていきます。これで準備は完了ですね。レボドクプロ209の電源ボタンを押して、電源が入ってることを確認し、実際にノートパソコンを動かしてみました。実際に PD 接続状態で充電もされていました。ではこのレボドクプロ209を経由して外部モニターにつなげてみましょう。モニターにつないである HDMI ケーブルを背面の HDMI ポートに差し込んでいきます。するとこんな感じで外部モニターに映像を出力することができました。これはこれで便利でいいですね。さらにインターネットを無線ではなく有線にしていきたいと思います。レボドクプロ209の背面にある LAN 差し込み口に LAN ケーブルを挿していきます。これでインターネットを有線で使用することができます。なんかドックのところがケーブルがごちゃごちゃになってるわね。確かにドックはごちゃついていますが、ただこれパソコンについては USB-C が1本しか繋がっていないんですよね。確かに。
なのでこんな感じでモニターの下などにドックを置いて使用すると、見た目もスッキリした状態で使用することができます。で、パソコンにマウスなどをつなげてもいいんですが、前面にも USB ポートがあるのでそこからマウスやキーボードを接続すればノートパソコンもデスクに置かなくても使用することができます。確かにいいわね。レボドックプロ209の使用する際の注意点なんですが、初回はドライバーのインストールが必要となります。レボドックプロ209を接続すると、このようにインストールドライバーが表示されるのでそれをダブルクリックします。そうするとディスプレイドライバーのサイトに飛ぶのでそこからドライバーをダウンロードしていきます。ダウンロードが終わったらインストールをしていきます。こちらは初回使用時にのみ必要なインストールとなり、2回目以降はスムーズに使うことができます。続いてはネクソード 300W を色々見ていきたいと思います。今回こんなものを Amazon で買ってみました。何これ？こちらは USB の電流電圧チェッカーになります。一つは 240W まで計測可能なもので、もう一つは USB-A も C も計測できる万能型です。先ほどはドックを通してパソコンに繋いでいましたが、今回はネクソード 300W から直接繋いでみたいと思います。ケーブルを電流チェッカーに差し込んで、それをパソコンに差し込んでいきます。これで実際にどのくらい電流が流れているのか見ていきましょう。ノートパソコンでは電力を使うように FF14 ベンチマークを回しているのですが、こちらのパソコンだと 140W までいかず、だいたい 80W 前後で電力が流れていました。続いて1ポート目はノートパソコン、2ポート目はミニパソコンに繋いでやってみたところ、こちらも先ほどの1ポートと変わりなく電力が流れていました。まあ 140W まで使えていないからあまり意味がないかもしれませんが。続いてノートパソコン1台、ミニパソコン2台でも試してみたところ、こちらも全然問題ありませんでした。さらに iPad まで取り付けてみたところ、こちらもしっかり電力供給されていました。ここまでの電力供給を一つのアダプターでやってるってやっぱりすごいわね。で、実はもう一つ気になっていることがありまして。なになに？こういう複数ポートがある PD 充電器って他にも色々あるんですが、例えば今5ポート使用しています。で、このケーブル外に持っていきたいから外そう。ってケーブルを抜いた時や、これも充電したいからケーブルを追加しよう。っていうのをパソコンにつなげながらやったりすると思うんですよ。その際に PD 充電器が一瞬、電力が切れるタイミングがあるんですよね。そうするとノートパソコンはバッテリーが入っているものが多いのでその瞬間、一瞬バッテリー駆動になってまたすぐ PD に戻るんですが、ミニパソコンの場合は、バッテリーが入ってるものがないため、PD 充電器が一瞬電力が切り替わるタイミングでミニパソコンが落ちてしまうんですよね。そうすると継続してパソコンを使用することができないので、今回こちらのネクソード 300W ではケーブルの抜き差しでどう変わるのかも見ていきたいと思います。現在5ポートすべて繋いである状態で、3ポート目に右側のミニパソコンが繋がっています。その後ろのモニターはミニパソコンからの出力になっているので、金色のミニパソコンの電力が一瞬でも落ちるとモニターが消えるはずです。とか言ってる間にすでに2本 USB が抜かれましたがモニターは切れていませんね。つまりミニパソコンは継続して電力供給を受けられている状態です。とか言ってるうちに残り2本になりました。とりあえず5本すべて使用状態からミニパソコン以外を抜いた場合は特に問題はありませんでした。3ポート目は抜いたら電力がなくなっちゃうので抜きませんが、では今度は逆にいろんなところにケーブルを増やしていきたいと思います。とりあえず1本の状態から4本使用状態まで増やしましたが特に問題ありませんね。いやこれは本当便利なアイテムですね。ということで今回は、ユーグリーンさんのレボドックプロ209とネクソード 300W をご紹介しました。あんた的にはどうだった？ノートパソコンやミニパソコンで作業をしてる人には、デスク周りがスッキリしてとても良いアイテムかなと思いました。価格的には安いものではないので、今回の Amazon セールのタイミングなどで購入するのがいいかなとも思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。